感染者増えてる中だけど、チャレンジしようって言うのか。こんにちは、大輔です。今日はですね、ここ数日で確認ができましたフィリピンの入国緩和に関して部分的ではあるんですが、動きがありましたので、皆さんにご報告をさせていただきたいと思います。本日の流れはこんな感じなんですけど、丸1、経済特区企業向けの緩和。丸2、永住権限のある外国人向けの緩和ということでですね、日頃お伝えしている通りなんですけど、感染者がね、増え続けてるっていうね、ネガティブな状況報告が多くならざるを得ないフィリピンなんですけどね、ここに来て入国緩和の、希望の光になるんですかね。これがね、見えてきたのかもしれませんというね、お話を今日はさせてもらえればと思います。一つずつね、どういう段階にあるのかっていうのを確認していきましょう。まず丸1のですね、経済特区企業向けの緩和ということなんですけど、もともとなんですけど、フィリピン外務省というのは3月のね、19日付で、発動しております、そのビザの無効化措置っていうことが行われてるんですよね。もちろんパスポートも含めて入国ができなくなっているということなんですが、その結果ですね、フィリピンから一旦出国をされているその現地のね、駐在員の方だとか、赴任者っていうのが改めてね、入国ができなくなっているといった状況が続いているわけなんですね。で、それに対してフィリピン経済特区庁であるペザですね、こちらが6月の22日に発表した内容ですけども、ペザのですね、登録企業に対してフィリピンに入国できなくなった駐在員などのその入国申請を支援する方針っていうのが伝えられているわけなんですよね。で、こちらはですね、マニラのフリーペーパーのフィリピンプライマーさんの記事から皆さんに報告をさせていただいております。フィリピンプライマーさんですね、いつも見させていただいてます。カリコミさんの新しいヘアスタイルがお気に入りの大輔でございます。よろしくお願いします。というのはいいんですけども、話をね、元に戻していきましょう。フィリピン経済特区庁とはですね、ペザとは、一体何なのかという話なんですが、例えばですね、私がフィリピンで会社を立てて、1年間の売り上げっていうのは、例えばですけどね、日本円で言うと3000万円、例えばあったとしましょう。で、そのうちの利益が1000万円出ていたと。1000万の利益が出ていたとすると、フィリピンではですね、法人税率っていうのは 30% かかりますので、非常に単純な計算ですけど、その利益のね、1000万に対する300万円を法人税として国に納める必要があるわけなんですね。すなわちフィリピン政府に納める必要があるということなんですけど、でもですね、私がもし仮に駆け出しの経営者だったりすると、そのね、300万円もできれば次の年に投資をしていきたいわけなんですよね。そこで登場するのがペザなんですけども、こちらはですね、日系企業がフィリピンに進出する際に、優遇的な税制がね、設けられたりだとか、もしくはその日本からフィリピンにスタッフを派遣する際の専用ビザがですね、発給されたりだとか、そういった支援が投資誘致政策として設けられているというものなんですね。これっていうのはフィリピンの国内資本だけでは十分でないという状況の中で、外国資本に対する期待が高いといった背景があるわけなんですよね。なんで、フィリピンに大きく寄与が期待されている日系企業が入国できない状況っていうのはね、ずっと続いてますんでね、これを長く続けることは、経済的なダメージがね、フィリピンに対してもやっぱ大きくなってくるといった、そういうね、背景があるものと想定されるわけなんですよね。で、次の話題なんですけど、丸2番ですね、永住権限のある外国人向けの緩和ということなんですが、ちょっとですね、こちら私の理解が合ってるかどうか若干自信がないんですが、一応ですね、皆様にご報告する内容というのは、フィリピンの政府広報のハリ・ロケさんの会見がですね、先日 Facebook にアップロードされてましたので、そちらのサマリーとして、読み取れた部分ということで、皆さんに報告をさせていただきます。こんなことが報道されてたんですね。フィリピン政府は国の永住者として宣言された外国人も入国を許可する可能性を検討しているといった旨が述べられているわけなんですね。あれ？永住権を持ってる人って入国可能なんじゃなかったっけっていうふうにちょっとね、思っちゃいますんで、改めまして日本のね、外務省が発表しているフィリピンへの渡航情報っていうのをもう一度ね、確認をしてみましょう。
こうありますよね。フィリピン人の外国人配偶者、指定及び船舶航空機の乗務員は除いて発給済みのビザは無効になるということですので、ということはですよ、皆さん、日本人のね、方がいらっしゃったとして、例えばその方に、フィリピン人のね、妻がいる、もしくは夫がいるという方、もしくは親がフィリピン人であるという方ですね、もしくは船舶航空機の乗務員であるという、どれかにね、該当していない限り、もともと持ってたビザがですね、これ無効になるよっていうことをっていうことが書かれているわけなんですよね。なんで単にね、永住権を取得していただけの人っていうのは、一旦フィリピン国外にですね、出てしまった場合に、再入国できなくなっているということになっているんじゃないかと、一応ね、理解させてもらってます。で、こちらが許可される可能性があると、許可するための検討を政府が始めているといった旨の理解になるわけなんです。一歩前進っていったところですかね。で、今日のね、お伝えするのは以上になるんですけど、まだまだね、内容については、様子を見ながら少しずつといったところだと思うんですが、それでもフィリピン政府がもう完全に閉ざされた門をですね、恐る恐る開け始めたんじゃないかというふうにも見て取れるアクションですんでね、なんとかこの施策が成功することをね、祈りたいと思います。で、こういう形で今後も世界で起きていて、現地でないとなかなか手に入りづらいニュースというのも皆さんと一緒に理解を深めていきたいと思います。コロナ明けの海外渡航待ち望んでいる方であったり、その準備をするための知識をね、つけていかれたい方というのは、チャンネル登録の方をお勧めさせていただきます。ということで、本日もご視聴の方ありがとうございました。さよなら。